こんばんは、バウです。これは昨年、プサンが初めてのお友達を案内した時の動画です。お部屋の窓からプサンタワーを眺めつつ、明日はお友達をどこに連れて行こうかな、どこなら楽しんでもらえるかな、美味しいもの食べさせたいな、なんていろんなことを考えながら眠りにつきました。翌朝、カーテンを開けたら、やだ、ノームだ、ショックすぎる。この時、6月だったので、この季節、プサンあるあるですよね。すっかり忘れてました。この日は丸1日遊ぶ予定で、8時半には待ち合わせをしていたので、まずは朝から空いてるカフェに向かいました。有名なとこなのでご存知の方も多いと思いますが、ここはモモスコーヒーというカフェで、今日は4度の店舗に来てみました。港町プサンを感じる造船所跡をおしゃれにリノベーションした店内は、洗練された開放的な空間となっていて、とても居心地がいいんですよ。選びきれないほどのコーヒー豆とグッズが並ぶ中に、2024年最高のコーヒーバーとして選定された時のトロフィーが飾られていました。右の方は韓国ブリュワーズカップチャンピオンシップ2026で優勝された方で、左の女性は2019年に韓国人初の世界バリスタチャンピオンシップで優勝された方です。ちょうど私たちがいる時にお店にいらしてお見かけしましたが、華奢で小柄な可愛らしい女性でしたよ。そんな優秀なバリスタを輩出しているこのお店では、オーダー後にこうして一杯一杯丁寧に入れてくださるので、他のお店と比べるとサーブされるまでに時間はかかりますが、その分コーヒーがとても美味しいです。まだ行かれたことのない方は、時間にゆとりがあるときにぜひ行ってみてくださいね。さて、私たちのコーヒーも出来上がったようです。記憶にないけど天然な会話が取れておりました。オーダーしたのはシグネチャーメニューのマッサタンとアイスアメリカノ、そしてハンドドリップコーヒー、エッグタルトの4点です。どれも美味しかったですよ。次は雨や霧でも楽しめるプピョン市場に移動です。市場ではカメラは敬遠されるので、ビジットプサンの画像をお借りしてご紹介。アーケード型の市場で雑貨やお洋服、食品まで何でも揃っている楽しいところで、夜には屋台がずらりと並ぶため、昼も夜も人気の市場です。広い市場をあちこち歩き回るうちにお昼近くになったので、私が大好きな食堂でお昼をとりました。注文したらすぐに出来上がるんですが、ウェイティングの旗を渡されます。写真1枚撮影しているうちには届くんですけどね。ビビンタンミョン、緑豆チヂミ、キンパブです。ビビンタンミョンは 1,2 回カットしてよーく混ぜて食べると美味しいですよ。温かいうちに食べてくださいね。食事を終えて、次は映画の街プサン恒例の国際映画祭が行われている会場、映画の殿堂にちょっとだけ寄り道をしました。その後はセンタムシティのシンセゲ百貨店にてショッピング。プサンではここでしか取り扱っていないタンバリンズなどをお買い物しましたが、この日か前日がブルーヒノキの発売日だったようで、ノベルティをいただきました。商品は皆さんご存知だと思うので、
ノベルティをご紹介。やっと開いた。香水のサンプルですね。そしてこちらはなんだろう、平らだけど置き型のパフュームですね。嬉しいな。ブルーヒノキのモデルにビョンソクが起用されていましたが、男性にも似合う爽やかな香りでした。新セゲ百貨店の後はヘウンデに移動してブラブラ。相変わらずの霧模様で綺麗な海も全く見えず残念でした。でも悪天候の割にしっかりうろついてたみたいで、気づけば20時を過ぎていて、大好きなノティップでドーナツを頬張りながら夕食先をネイバーマップにて検索。お友達が大好きな貝料理のお店を調べたら、すぐ近くに高評価のチョゲ食いのお店が見つかって、そこに決定。チョゲ食い美味しそうでしょ。店員さんがテーブルに来てチーズを乗せて焼いてくれますよ。なんか頭の上でくるくる回ってる。 BTS ジンが座った席、2024年10月28日21時30分って書いてある。びっくりなんだけど、私の引き寄せが強いのかな。それとも BTS メンバーがしょっちゅうあちこちに出没するからそれで当たりやすいのかな。とにかくこんなことが時折起こるんですよね。 BTS ジンの文字を発見。あらま、残念ながらサインもらえなかったって。奥さんはサインもらえてないお店多いですよね。お食事の邪魔しないように声かけを遠慮されるのかな。奥さんの方は優しいですもんね。だから興奮気味の私たちに気づいて店員さんが写真を撮ってくれました。さあ、これで落ち着いてお食事できます。テーブルに来て私たちの食べるペースに合わせて焼いてくれます。チーズも惜しみなくたっぷり乗っけてくれますよ。ビヨーンビヨーンビヨヨーン。笑えるぐらい伸びるんだけど。そして飽きないように味変もしてくれます。最初はチーズ焼きで、途中素焼きしたものをわさびで食べて、またチーズ焼きに戻って、そしてこのチョコチュジャンとチーズの組み合わせ。チーズは足りなくなると厨房からすぐに持ってきてくれて、追いチーズがすごいことすごいこと。人生で一番チーズを食べた日になりました。なので胃もたれするかなって心配だったんだけど、割と軽めのチーズだったので全然平気でした。きっと軽いからこんなにビヨヨーンって伸びるのね。さあ、このエビと平木で最後のようです。こんな終盤になって気がついたのですが、こうして最後まで海外しく全ての貝を焼いてくれたのは私たちだけだったようです。他の方たちは自分たちで焼いて食べてました。きっと私たちが外国人だし
何もできなさそうだったからお世話してくれたのかもしれません。本当にありがとうございました。この時すでにお腹は満たされていましたが、これが最後のお料理です。一生懸命に焼いてくださったので、完食するぞと気合を入れて挑みます。ねえ、見ました？お友達がスプーンですくおうとしたら、容器をさっと手前にずらしてくれましたよ。本当に優しい。私も優しさを見習い、どこまでも伸びるチーズをハサミでカットしてあげました。小さい時から先生に言われてた。やればできる子って。先生、気遣いができるようになりました。遅かったですか？海鮮ラーメン出てきた。貝焼きしか頼んでないはずなのに、どうぞって。ありがたいのにもうお腹がいっぱいで、お味見程度にしか食べられませんでした。貝のお出汁がよく出ていて、とても美味しかったのに、食べきれずに本当に申し訳なかったです。BTS のジンが自ら予約したというヘインデの変木式炭2号店、とってもいいお店です。皆さんもぜひ紫のテーブルに座って貝の味と食感、そしてビヨヨーンも楽しみながら食べてみてくださいね。それでは今回の動画で紹介したお店の情報など概要欄に記載しております。気になる方はご覧くださいね。そして皆様からのチャンネル登録、いいねやコメントお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。アンニョン。